そうですそうです。これですよ。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、ちょっと声が裏返りましたけど、私、チラフでございます。はい。しかもね、昨日も一昨日も酒飲んでない。すごい、だから体調マックスバッチリでございます。はい。なんですけど、今回はですね、僕は飲んでない、本当に一滴も飲んでないということで、今回、思考シリーズね。思考シリーズも定義あやふやになってますけど、今回はですね、私、中華料理、好きなんですけど、中華の思考レシピ多いじゃないですか、僕。で、その中でも、ずっと完成しなかった中華のレシピがあって、それが何かっていうと、皆さんも大好きな油淋鶏。これね、全然僕何回も作り直したんですけども、一向に自分のもう満足するものができなかったんですよ。なんですけど、もう本当に多分ね、3、40回作ったと思うんですけども、やっとできました。それぐらい僕油淋鶏好きなので、ハードルが高かったんですよ。思考のハードルが。で、今回、初めて僕のハードルを超えました。はい。その作り方っていうのを、早速やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料ですね、この鶏もも肉 300g ぐらいのものです。で、あと生姜、これ国産の生姜です。これ必ず国産にしてください。生で使うと香りが違うんで。で、あと鷹の爪、これね、1本分、1つまみぐらいですね、使います。で、あとこれが長ネギです。はい、長ネギ 50g です。はい、もう以上。はい、じゃあまずはですね、鶏肉からやっていきます。これ鶏肉ね、漬ける時間があるので鶏肉からやった方が時短になります。でですね、これ鶏もも肉ですね、 300g。胸肉でもできなくはないんですけども、僕はね、油淋鶏といえばもも肉かな。お好みで大丈夫です。はい。ですね、これ油淋鶏をどうやって作る問題で一枚肉でやる人もいるんですよ。一枚肉でやるのももちろん美味しいんですけど、僕は唐揚げ状にぶつ切りにして揚げて食べるタイプ。なぜかというと、油淋鶏って衣がうまいんですよ。衣にタレが浸って、ネギ生姜ダレがね浸って、そこをかぶりつくのがもう一番美味しいんです。なので油淋鶏はですね、唐揚げ状にしてください。僕のやり方ですよ、これは。はい。それが一番うまいです。衣が表面積が大きくなって、唐揚げ状にすると表面積が大きくなって衣がたくさんつきますんで、そこにネギダレがかかったところをかぶりつくのが僕的に一番うまいです。はい。なので唐揚げ状にしていきます。だいたいね 300g のお肉だと、等分でいいか、こんな感じ、等分にしていきます。はい。そしたらですね、お肉のためにボウル用意したんですけども、これでつけていきたいな。でね、これいつもカットしてますけど、皆さん生肉触った時はだいたい僕全部手洗ってますからね、これね。じゃないと生肉触った手で他のお野菜とかやっちゃうと菌がついちゃうので、必ずやってます。これね、団長になるからカットしてるんですけども、たまに質問があるんで。お醤油ですね、小さじ1杯。マナブが1/3ですね。お酒が大さじ1と半分です。で、ここでおろし生姜です。生姜 5g をおろしたものです。こすっていただいたらこんな感じです。で、ちょっと混ぜて、で、最後に片栗粉大さじ1、だから小さじなんで小さじ3ですね。で、片栗粉はこのつける時に、入れるのかっていうのが多分皆さん疑問に思うかもしれないんですけども、これはですね、片栗粉をこのタレの水分に混ぜ込むことによって、このつけだれを作ることによって、その後の片栗粉のつきがめちゃめちゃ良くなるんですよ。これが僕が何十回も作った上でたどり着いたこのザックザクの油淋鶏の衣の作り方です。これ覚えておいてください。で、これで常温で、15分ぐらい置いておきます。その間にね、他のタレを作っていきますんでね。で、ネギと生姜を切っていきます。ネギから切っていきましょうか。で、僕の切り方はね、この端っこと端っこ切らずに線だけ入れておいて、で、最後にこの切り出しのところを、細かく切っていく。これね、青いとこじゃなくても白いネギのとこでも全然平気です。青い方がね、ちょっとね、辛みがね、あるのでね、ちょっとスパイシーな味になります。はい。ここら辺ももうお好みで大丈夫。僕はね、ネギの青いとこすごい好きなんで。で、がっつりと、ね、切って、細かくしてある。細かくすればするほどね、お肉と衣に絡むようになりますんで。はい。じゃあこれぐらい細かくしましたら、ボウルに移していきます。そしたらね、今度生姜。生姜はね、一度スライスして、でこうやって千切りして、
千切りした後に横丁にこうやって切っていけば細かくなりますんで、最後にこうやって、できるだけ細かくしてあげた方がタレの馴染みはすごく良くなりますので、これもボウルに入れていきます。で、今度はね、ここにタレを作っていきたいと思います。はい。これは、入れても入れなくてもいいんですけども、僕は入れた方が美味しいと思います。油淋鶏、僕ちょっとスパイシーにしたいので、鷹の爪、はい。だいたいもうこれぐらい、一つまみぐらい入れます。辛さが苦手な方は入れないでいいです。お醤油がね、大さじ2。これ結構ね、できますんで、つけるときは加減して、濃い味がね、嫌いな方もいらっしゃる。濃い味が嫌いな方もいるので、そういう方は、調節してかけてください。砂糖は、小さじ4杯。2、3、4ですね。はい。で、お酢ですね。で、お酢なんですけど、最近流行ってる、優しいお酢ってあるじゃないですか。なんか、いろいろ入って、そのままかけて、ピクルスになるみたいな、酢漬けになるみたいなやつ。あれは、お酢じゃないので、こういう穀物酢って書いてあるのを使ってください。はい。優しいお酢だと、あまりにも味が違うんでね。お酢と優しいお酢ね、舐め比べてください。全然味違うんで。で、これごま油がね、小さじ1です。これぐらいか。はい。もう僕の大好きな味の素ですね。で、これで醤油の尖りをなくしていくんですね、これね。旨味が入ることに醤油がちょっとまろやかになるんで。だから僕は醤油を使うレシピだと、角を取るために味の素をちょっと入れてます。ってな感じでですね、喋りまくってる間にこの鶏肉も15分ぐらい使って常温になってきましたんで、ここから揚げていきたいと思います。はい、じゃあですね、鍋底に、小さなフライパン用意してください。小さなフライパンだと、油が少なくて済みます。で、中火ですね。これ十分に温めます、油を。徐々にですね、温まってきましたんで、肉に片栗粉をつけていきます。がっつりつけます。で、これを十分温まった油に入れていきます。はい。ほら、もうね、触ってわかるこのザクザク感。ちょっとね、白いところはなくした方がいい。で、この色にならなければ、温度が低いので揚げてください。そうですそうです。これですよ。この上がりなんです。でですね、全体が柴犬色になりましたね。とりあえずで、これね、ちょっと休ませておきます。そして盛り付けに行きます。こんな感じですね。はい。まずはこの具というかネギの部分、これを最初に上にかけてください。はい、こんな感じです。で、この余るタレ、これは下から流してください。なぜかというと、上から汁だけかけてしまうと、この油淋鶏がしなっとなっちゃうんですね。ちょっとサムネ映えさせたいんで、追い唐辛子します。はい、これ料理系 YouTuber の宿命なんでね。ということで、至高の油淋鶏完成でございます。それでは食べていきたいと思います。いただきます。じゃあいただきます。タレにつけて、じゃあいただきます。音聞いててください、皆さん。ほんと断言するけど、世界一うまいです。本当にこれはマジで自信作です。多分ね、これ以上の油淋鶏は多分現れないと思う。これが一番うまいです。この衣のザクザク、そしてこのタレの生姜のね香り、唐辛子のねいいスパイシー感ね。そしてね、これあればいいですよ。ホワジャオですね。これね、ちょっとかけてあげてください。そうするとこれがね、油淋鶏合うの。うますぎるよ。うますぎる。本当に美味しい。本当に美味しい。もうこれ超自信がありますんで、これぜひやってみてください。